皆様こんにちは、セリナです。今回は11月1日発売のコスメデコルテメイクアップコレクション2022のスキンベージュシャドウと11月4日発売のルナソルアイカラレーションのスペシャルエディションを比較していきたいと思います。どちらもベージュニュアンスの発色アイシャドウパレットということで、この2つの違いについてたくさんご質問いただきました。1色ずつの単色塗りや詳細はメインチャンネルでそれぞれ動画をアップしておりますので、ぜひこちらもチェックしていただけたら嬉しいです。両方ともかなり人気のコフレなので、店舗やオンラインなどでも完売しているところが多いかなと思いますが、コスメデコルテは店舗によっては11月15日から予約キャンセル分の再販予定があるとのことでしたので、お探しの方はぜひ情報をチェックしてみてください。それでは早速始めていきます。まず、それぞれのコフレについて簡単にご紹介すると、コスメデコルテはベーシックであり、スペシャルでもある無限に広がる可能性を秘めたベージュで、あなた本来の美しさをより引き立てて新しい表情を引き出すというコレクションで、アイシャドウの他にもパウダーやリップ、そしてポーチがセットになっています。対してルナソルは、ルナソルがブラウンをもっと自由にする、多彩な質感のベージュブラウンに意外性や遊び心を詰め込んだ発色のアイシャドウパレットということで、それぞれのパレットを比較してみるとこんな感じです。コスメデコルテはベージュニュアンス、ルナソルはベージュブラウンニュアンスというだけあって、パレット上で見るとルナソルの方が深みがあるカラーに見えますよね。全体的には結構似ていますが、ルナソルにはこちらのブルーニュアンスやレッドのニュアンスを感じるようなポイントになるようなカラーも入っていますね。ただスワッチで比較してみるとこんな感じで、今回のルナソルは粉質がかなり軽くて発色がとてもナチュラルだったので、反対にコスメデコルテも全体的に発色はナチュラルでしたが、シェーディングカラーと言われている G や H が結構発色がしっかりめだったので、よりブラウンニュアンスのカラーをしっかり発色させたいという方にはコスメデコルテもおすすめです。その他の違いとしては、ルナソルの方が大粒ラメのカラーがセットされています。ではパレット上で見た感じ、似ていると感じるカラーをそれぞれ単色塗りして比較してみたいと思います。まずはそれぞれのパレットの中で一番大粒のラメがきらめくラメカラーを比較します。はい、それぞれ手に出すとこんな感じです。こちら側がコスメデコルテ、こちら側がルナソルで、ラメの量が全然違いますよね。コスメデコルテは素肌が透けるようなベースに大粒のラメが散りばめられている感じですが、ルナソルはベースのカラーも少し白っぽくなるような感じで、ぎっしりと大粒ラメが詰め込まれています。もうラメの大きさ自体はだいたい同じくらいですね。まずこちら側のまぶたにコスメデコルテのラメから塗ってみたいと思います。カラー説明によると華やかなゴールドグリッターとのことで、コスメデコルテのパレットの中では一番大粒のラメの輝きを感じられます。こんな感じで手元で見た時と同様、素肌が透けるようなベースに大粒のラメがキラリと輝いて、あんまり派手になりすぎないけれどもラメのアクセントが楽しめるカラーで綺麗ですよね。ではこちら側にはルナソルのラメ塗っていきます。ルナソルのカラー説明としては、透明感のあるベージュゴールド系高輝度パールを詰め込んだカラーとのことなので、ラメのカラー自体はすごく似ていますよね。ただこんな感じでベースのカラーにもすごくパール感があるのか、ツヤの上にさらに大粒のラメが輝いているような感じです。はい、それぞれ大粒ラメから比較してみました。ルナソルはまぶたがパッと明るくなるような感じなのに対して、コスメデコルテの方が肌に馴染むようなカラーの上に大粒ラメが乗ってるような感じですね。ルナソルはまぶたの上に乗せてみると、ベースのカラーのパールのツヤめきがより分かりやすいので、ツヤ感とラメ感両方欲しいという時におすすめで、反対にコスメデコルテはラメだけを乗せたいという時に使いやすいかなと思います。
両方とも軽い粉質で、大粒ラメですが、ラメのザラザラ感を感じないような滑らかな塗り心地というところは似ています。続いてはこちらの2色を比較していきます。はい、こんな感じで手に出してみると結構似ていますよね。コスメデコルテはレディッシュのウォームブラウンというカラーで、ルナソルはメタリックなブラウンというカラーです。ルナソルの方が少し赤みを感じて深みがあるかなというイメージですね。こちらコスメデコルテ塗っていきます。コスメデコルテはまぶたにのせても手元で見た時と同様少し明るめのウォームブラウンというよりも深みのあるピンクのような発色です。ツヤがすごく綺麗なタイプです。こちら側ルナソルです。ルナソルは本当に今回のパレット粉質が軽くて発色がナチュラルなので、このカラーは比較的深みがある方ですが、こんな感じで柔らかくふわっとまぶたに乗るような印象です。ベースはブラウン系ですが、ピンクのメタリックに光るような印象です。本当にナチュラルなんですよね。はい、それぞれ比較するとこんな感じでした。カラー自体はルナソルの方が深みがあって、コスメデコルテの方が明るめですが、コスメデコルテの方が発色はしっかりとしていますね。カラーも両方ともピンクニュアンスを感じるブラウンですが、ルナソルの方が少し青みの要素も感じるようなイメージで、コスメデコルテの方が温かみのあるピンクという感じの違いでした。細かいラメが散りばめられているところは似ていますが、コスメデコルテの方がパールのツヤ感も感じられるような質感です。最後はこちらの2つ、パレットの中で一番深みがあるブラウンカラーです。比較してみるとこんな感じです。コスメデコルテの方がかなり深みもあって発色もしっかりしていますよね。カラーとしてはこっくりリッチなココアブラウンというカラーで、ルナソルは自然な陰影を与えるニュートラルなダークブラウンというカラーです。コスメデコルテ塗っていきます。かなり発色がしっかりなので、カラー調整が難しいという方は指よりもブラシ塗りがおすすめなんですけれども、今回はルナソルと合わせるために指で塗っていきます。こちらのコスメデコルテのパレットは他のカラーがナチュラルな発色なので、今塗っている H と G のシェーディングカラーはものすごく発色が濃く感じるかなと思います。こちら側ルナソルですね。ルナソルはパレットの印象だと結構濃く発色しているように見えますが、締め色のカラーもかなりふわっとした軽い粉質なので、指で塗ってもこんな感じで柔らかくボケてくれます。メイク初心者の方にもすごく使いやすいと思います。はい、深みのあるブラウンそれぞれこんな感じです。発色が全然違いますよね。コスメデコルテの方がしっとりとしたパウダーがしっかりとまぶたに乗る感じなのに対して、ルナソルは指塗りでもふわっとボケてくれます。締め色をしっかり発色させたいという方はコスメデコルテの方が使いやすいと思いますが、カラー調整が難しくてあまり濃くしたくないという方にはルナソルがおすすめです。カラーの発色としてはまぶたにのせてみると結構似ていますが、コスメデコルテの方が紫のニュアンスを感じます。ではそれぞれのパレットを使ったメイクルック2パターンご紹介していきたいと思います。まず1つ目は毎日メイクにも使えるようなベーシックなパターンです。こちら側にコスメデコルテのパレットでメイクしていきます。まず B のカラーを指に取ってアイホール全体にベースとして塗っていきます。こちらの B のカラーはハイライトカラーということで、微細なパールを忍ばせているベージュというカラーです。ほんのりまぶたに明るさを出してくれて、でも白く浮く感じではないので、ベースとして塗っておくとまぶたをサラサラに仕上げておいてくれて、少し明るさも出してくれます。続
続いて H のカラーをディオールのバックステージアイシャドウブラシ S にとって、上まぶたの目尻3分の1に締め色としてしっかりとブラウンを発色させていきます。本当にこのコスメデコルテのパレットのシェーディングカラーは発色がかなりいいので、ブラシ使いするのがおすすめです。しっかりと目尻3分の1を締めて陰影をつけておきます。最後に D のカラーを指に取って、上まぶたの黒目の中心に少し広めの範囲にのせていきます。しっかり発色させた締め色のブラウンの境目をきれいになじませるような感じで、このツヤピンクをのせていきます。そのままブラシに戻って下まぶた全体にのせていきます。はい、まずこちら側にコスメデコルテのパレットを使って日常使いしやすいようなベーシックメイク仕上げてみました。しっかりと締め色を発色させていますが、上から柔らかいツヤピンクで境目をぼかしているので、しっかりと目元の印象は引き締めつつ綺麗なグラデーションに見えていると思います。ツヤもラメも抑えめなのでお仕事メイクにも使いやすいですが、ふとした時にキラッと輝く感じが可愛いです。続いて反対側のまぶたにルナソル使っていきます。まず E のカラーを指に取ってアイホール全体にベースとして塗っていきます。まぶたの上にのせるとかなり馴染みが良くて、ふんわりとしたマットで可愛いです。程よい陰影をつけておくのに使いやすいカラーです。続いて F のカラーを指に取って上まぶたの目の際に締め色として発色させていきます。今回のルナソルはこのナチュラルなふんわり感が可愛いですよね。最後に B のカラーを指に取って上まぶたの黒目の中心にトントンとラメをのせていきます。そのままブラシに戻って下まぶた全体にも入れておきます。はい、こちら側はルナソルでベーシックメイク仕上げてみました。パレット上で見ると深みを感じるようなカラーを2色重ねましたが、それでもふんわりとしていてかなりベーシックに使いやすいですよね。今回使用したカラーだとルナソルの方が温かみを感じるようなメイクに仕上がります。それぞれのベーシックメイクを比較してみるとこんな感じです。カラーとしてはコスメデコルテの方が全体的に明るい印象ですが、締め色がしっかりと発色するので、優しくて女性らしい印象の中にもちゃんと目元をしっかりと引き締めてくれるようなメイクも楽しめます。反対にルナソルは重ねていっても柔らかさが出るような感じで、温かみを感じるようなベーシックブラウンメイクが楽しめるようなパレットです。どちらのパレットも普段使いもできるところが嬉しいですよね。続いてはホリデーの特別感を演出するようなメイクパターンご紹介していきます。まずコスメデコルテです。F のカラーを指に取ってアイホール全体にのせていきます。パールの艶めきがすごく綺麗で深みも出てくれるタイプのカラーです。G のカラーをブラシに取って上まぶたの目の際に濃く発色させていって、目を開けた時にカラーが見える位置までぼかしていきます。少し赤みを感じるようなブラウンが可愛いです。下まぶた全体にものせておきます。結構発色がしっかりしているので軽い力で撫でるようにのせていきます。最後に C のカラーを指に取って上まぶた全体にラメをかけていきます。トントンとタップしていくと透け感のあるラメだけが乗ってくれて一気に華やかに見えます。
はい、コスメデコルテを使ったメイクパターン2パターン目が完成しました。赤みを感じるようなブラウンを全体にのせることでトレンド感も出しつつ、上に大粒のラメをかけて華やかさも演出してみました。やはり今回のコスメデコルテのパレットは女性らしい柔らかさの中にも洗練されたイメージもあってすごく素敵ですよね。ベースにしっかりと深みのあるカラーをのせておくことで大粒ラメを生かすことができます。では最後、ルナソルです。H のカラーを指に取ってアイホール全体にのせていきます。赤みのカラーがすごくトレンドっぽくて可愛いですよね。もう鮮やかすぎる赤ではないので、レッド系のカラーが苦手という方にも使いやすいです。続いて G のカラーを指に取って先ほど塗ったカラーの上に全体的にのせていきます。ルナソルのパレットはこのブルーのラメカラーがポイントですよね。レッドと重ねることでトレンドっぽさがぐんとアップします。最後にブラシに A のカラーを取って目頭にくの字にラメを置くように入れた後、下まぶた全体にもラメをのせていきます。はい、こちらがルナソルを使ったメイクです。ルナソルのパレットのポイントであるレッドとブルーパールのカラーを組み合わせてトレンドっぽいメイクに仕上げてみました。このブルーパールのカラーはベースにブラウンのカラーがついているので肌なじみがいいとのことですが、実際にまぶたの上にのせてみるとベースのカラーはピンクニュアンスを感じるようなパープルのような発色なので、レッドと組み合わせてもすごく綺麗に馴染んでくれています。はい、それぞれ比較するとこんな感じです。大粒のラメカラーをポイントで使いましたが、全然印象が違って見えますよね。もう2つともベーシックな普段使いメイクも楽しめて、こういった華やかなメイクパターンも楽しめるところがすごくいいパレットだなと思います。改めて比較してみると、やはりルナソルの方が全体的に発色はナチュラルで、コスメデコルテの方がしっかりと発色していますよね。はい、ではこんな感じでたくさんリクエストいただきました11月1日発売のコスメデコルテと11月4日発売のルナソルのベージュニュアンスパレット比較していきました。どちらも普段使いから特別な日のメイクまで毎日このパレット一つで楽しめるというところが素敵ですよね。両方ともかなり人気のアイテムなので在庫が残っていないというところが多いかなとは思いますが、お探しの方はぜひ予約キャンセル分の再販情報などチェックしてみてください。メイクについてのご質問やこんな動画が見たいなどございましたら、お気軽にコメントやチャンネル登録していただけると嬉しいです。それでは最後までありがとうございました。